ご無沙汰してます。今日は見学ありがとうございました。よろしくお願いします。ホタルイカ、からし味噌、あと上はエゴマです。いただきます。色合いが美しい。美味しい。美味しい。さっぱりしてる。取れたての、今日のご自身が取ってきてます。はい、重たかったっす。やっぱりふんわり。一夜干しですね。長野県は海なし県なので、干物の文化。ホクホク。うまい。大好きなんですよ。久保さん後で握ってください。これ？キノコ山菜系大好きなんですよ。猫おろし。うわ最高。うわ大根おろしたっぷりで。うまっ。黒バイ貝ですね。越中貝、新潟のバイ貝です。完熟胡椒ってのは胡椒ってブドウみたいに房状になるんですが、その中の一粒二つが先に赤く完熟します。それだけ摘み取って完成させた胡椒。カンボジアの胡椒なんですけどね、日本人の方が作ってます。これって湯通しですか？火入れは1時間くらい煮てますね。似てる。バイ貝の粘りと胡椒のピリッと感とありそうでないシンプルだけど深い一品。ケンケンナッツをですね、出たケンケン。味噌だまりといってね、味噌を作る際に浮き上がって上積みで刻んだ味噌だまりというんですね。それで煮切りを作りました。煮切った日本酒みりん、それともね、アルコールを煮切って作る自家製の調味料です。で、その薬味がね、今時期取れるのびろとも言いますね。タレに味噌が含まれてるってことですか？そうです。それが味噌だまりです。ちょっと甘い感じ。そうです。味噌の甘みが。カツオとかこういう系はちょっと甘い系の方が合うんで。石貝のカマ食べたことない。すごいプリプリしてる。筋肉質。でもよくこの皮のとこに脂があるっていうのを言うじゃないですか、それすごいわかりますね、こう見ると。いや、これはすごいわかりますね。いい魚は取れてすぐ美味しい。寝かしても美味しい。1回くらい味変わります。これ何ガニですか？これ黄金ガニ。出た。前もそうだった。ズワイとベニズワイがね、自然交配した感じです。美味しいです。甲殻類の香りがしっかり。ほんのり甘い。味がしっかり染み込んでる。香り。これエンペラント。
本当ですか？うん耳。耳。嬉しい。包丁入ってるけど耳だから食感が力強いですね。めっちゃうまい。これ藤本さんのタイ2週間。しっとりしてる見た目から。耳がちゃんと残ってる。仙台は家焼きとはまた違う。そうですね。ここはちょっとご飯が違う。仙台は油がかっこいいっすね。藤本さんのおじさん。お先。味濃。しっとり感がすごい。コリコリ。噛むとまた油が甘さがどんどん広がってきますね。すごい分厚く感じますね。厚みがある。山菜いろいろあるけど、そのね、わさびとの相性がいいのはわさびだって言ってて。めっちゃうまい。なんか何個かんぴょう。ちょっととろっとしますね、わらびを。ほんと3年前に寿司高さん来た時に一番印象に残ってるのはこのネタです。その時すごい熟成の、そうですね。はい、マグロ自体は春夏系のあっさりしてる、あっさりしてます。普通だとその醤油にくぐらせたりつけたりするじゃないですか。この味噌だまりっていうのはどういうその効能というか。九州のお寿司を食べた時に、はい。九州ってうまみを足すんですね。それってなんか僕の中で面白いなと思って、味噌自体にものすごいうまみがもうある。鰹節とか昆布とか味噌汁とかね、相性じゃないですか。はいはい。だからそういううまみに対してものすごい相性がいいので、ちょっとそのうまみを足したうまみ濃縮漬けだれ作ってみようと思って、それ作ったのがこれです。予約は何で取ったらいいですか？今は、ポケットコンシェルジュが一番の予約のシステムというので使ってますね。電話とかも大丈夫？電話も大丈夫です。じゃあ電話かポケットコンシェルジュで、今お任せは通常だといくらで？お任せは26,000円です。26000円、はい、プラス税。そうですね。はい。プラス税でつまみとにぎり。はい。で営業は夜のみですか？夜のみですね。昼間はカウンター5名様から予約という感じです。じゃあちょっと貸し切りみたいな感じだったら OK ですよと。どうしても一人でやってるんで、いきなりとかちょっと少人数でもね、したりたぶ量は変わらんので、確かに。なんで5名様っていうくくりでやらせてもらってます。
の酒うまい。でも逆を言えば一回太らせ生酒だからちょっととろみがあるんだけど、ほんのり甘い香りがあって、でもスーッと入っていくから一切後のストレスがない。昆布でしっかり脱水してる。旨味と塩味が乗っかってる。うまい。うちはだいたい4日ぐらいから使い始める。ああ、結構長めですね。これ天草と佐賀どっちですか？これね、天草。これまたこの海苔じゃなくてきゅうり。きゅうりですね。懐かしいな。確かにめっちゃありますねこれ。海のクリーミーさときゅうりのシャキシャキさっぱり。これ爪は穴子のそうです。爪。穴子とゲソ。ゲソ。ああ、そう言われるとちょっと香りする。すごいビターな感じ。おろ？信州サーモわ、鮭か。ンのおでんぶ。うわー、マニアックですね。これに使って信州サーモンのおぼでんぶろ？でんぶ。でんぶ。でんぶとおぼろは違うんですか？でんぶとおぼろって違って、魚で作るでんぶって言いますよね。ああ。これ弁当箱に入れてほしい。運動会でこれ最高だ。さい巻き。これはまたプライスです。自分で取ってきた。うわー嬉しい。いや結構引っこ抜くの重たかったですね。今日やらせてもらったんですけど。うわ香りが。うん。あ辛い。うわ。けどやっぱ落ち着くのが早いですね。そうです。葉っぱがまたちょっといいですね。食感と青い香りと。青い香りいいよね。葉がどうすかご自身のわさびは？最高です。最高ですか？わさびって思うより糖度が本当同じぐらい。16度。16度。糖度16度。葉っぱがうまい。アクセントめっちゃいいです。すごい。いやー自然だな、すごい。安曇野の、はい、そのわさびを育ててるというか、はいはい、そういう業者さん、はい、プレイヤーの方っていうのは結構やっぱ多いんですか？少なくなってきちゃって今99件。あ、でもそんなにあるんです。昔は120件。静岡400件ぐらいいます。あ、そうなんだ。なんで、まあ、今だいぶ減ってきちゃってます。天然のものって絶対に大きくならなくて、まあその仕組みもあるんですけど、はい、もう人間の手によって環境を整えてあげないと絶対に大きくならない食材なので、まあ技術の詰まった食材でもあるんですよ。失礼します。うわー、こうなってるんですね。すごい。
でマズマって大体3年から3年半ぐらいのテイクが長いんで、はいあれ高いんですよ。手間がかかるから。時間がかかるから、で付加価値もつくんですけど、はいお寿司屋さんがなんでそのマズマをこう好むかっていうと粘りが好きなんですよ。はい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 。で粘りはどうやって出すかっていうと生育期間の長さなんですよ。へで簡単に抜けるんですけど、こういう形でえ。うわー、あ、一気に何個も。これで1株これ一株。1株なんですよ。幅を全部研究してもらって、どこで擦っても一番擦れるっていう、へえ。もうブレードイン。うわ、もうすごいですすごいね鋭利な感じ、はい危ないですね。そうですね。で切れそうわさびもこのまま食べると苦い食材なんですよ。はでこれを細かくすることによってその苦みが辛みと甘みに変化していくんですよね。いいわさび買ってもおろすものが大根おろしだったりとか、そういう粗めのものになってしまうと繊維が壊れなくて苦いままになっちゃう。あ、へえ。うわ、なんかすごいクリーミーですね、見た目が。みずみずしい。みずみずしい。水分がまだある感じ。ここまですすりたてなんで。いいっすか収穫、はい。ああ、でも後半来る。きますかね。わーってきて多分辛みはすぐ抜けると思うんですけど、最初のファーストタッチのふわふわ感がちょっとびっくり。やっぱそれはするものとかによってやっぱ変わってきますね。若きわさび王ですからね。あずみののわさびのわさびを漫画娯楽。漫画娯楽っていうのがあって、へこれね江戸前の旬ってこれもう20年有名ですよね。100巻以上ある漫画がある。これの反響どうだったんですか？めちゃめちゃありました。めちゃめちゃあった。めちゃめちゃありました。でもこれキノコってわかんないんですよ。わかる。なんか貝につけた赤貝みたいな。でもなんかいびつなフォルムですね。超難しいですよ。つるんつるんですもん。これも地元の長野のなめこ寿司。おお。美味しい？うん、めちゃくちゃヘルシーですね。マニアは喜ぶだろうね。これ面白いですね。すっきりしてるんで余韻がキノコ好きにはたまんないですね。たまらないですね。でも貝の一種的な、まあ貝には似てると思うんですよね。似てますねだって形だって似てるんじゃないですか。はい、握りっぽいですね、このサイズ感の。手で持った時の体験がまずもう面白いんで。あーでもなんか見た目すごいやっぱり面白いですよ。面白いですね、面白いですあ後半の香りはやっぱちょっと磯感あるんですけど、やっぱキノコの味は増幅はされない感覚ですかね。香りちょっと足される感じだから、逆に多分濃くすると椎茸的な感じにちょっとなってくるのかなというあ、か。濃いね。そう椎茸の煮浸しみたいなのあるじゃないですか。あ、じゃあ爪の方がいいのかな。おおまだあるんですか。あるよ。いいですか。でかい。うわーいやでもなんかこれぐらいのサイズ感めちゃくちゃいいですね。でも味一貫で言ったらこれが一番味としてすごいあるんで、この後半にやっぱやっぱ爪の甘い感じが流れてくるんで。これエビ味噌。これで2匹半分くらいの車エビの味噌ですね。練ってるんでちっちゃくなってますけどね。これで6年継ぎ足してます。これシャリのお酢って1種類だけですか。2種類。にああ、3ですね。3種類ブレンドしてます。全部飯尾さんので。いいよさん。強烈な香り、うまみ。でもこれシャリってお砂糖入ってないんですよね。ずっと塩だけですよね。それとそう、あとまあ昆布少し。あ、昆布か。やっぱお米の甘みですごい甘みを感じる感じがします。米は2種類でもち米っぽいのは、命の位置ってちょっともち
米っぽいんですよ。はい。だからより粘るんですね。食べた後の余韻ってすごい大事でしょ。はい。プリン好きなんで、プリンみたいな卵を作ろうと思って。プルプル。何これ。うわ。低温で5時間。やばいですよねこれマジでやばい。プリンと羊羹の間みたいな。そうですね。白いのは何に包まれてるんですか。おから。豆腐の血合い。皮ですか。そうです。皮の地物。地物です。うわー。信州飯田の。全く予想ができない。なんだこの。ぱっと見ちょっと慣れ寿司みたいな見た目してる。確かに黄身そぼろとはまたちょっと違いますね。そうです。これをその親方がはい。 2回くらい小肌をつけてたんですよ。はい。浅漬けにした小肌をつけて2ヶ月くらいこのおからの中で寝かしたやつをつまみで出して結構酸っぱい。すぐ出せるもんじゃない。火を通してあるからこの角が取れるんですよ。確かに。でこういう系のものって薄いでしょ。でカツオもそうなんだけどもつけるときに素の気が強いとパサパサになるんですよ。これやっぱ一回火を通しておくとパサパサにはならない。酢飯ってそのうちは甘さねほぼほぼ入ってないから甘は入ってないんでネタの甘さかそれかでも調味したらさ網浜とか穴子とか爪の甘さで調和するんだけどこういう系が甘酢。黄身そぼろ。これ3週間ですよ。3週間。なんか深いところに味があるんですよ。熟成の。後から下に深みのある旨味が乗っかってくる。なんかでも熟れてる感じ後からきますね。きますでしょ。きますね。これ熟成粉。これもう昔はい。全部熟成させたんですよ。今も熟成させるもの多いんですけど、かぼちゃのお寿司いいんだけど疲れるって言われて、確かにそうだな。フレッシュと織り交ぜた方がカスゴってすごい淡いネタじゃないですか。なのにやっぱ寝かすと黄身そぼろのあれも含めて余韻が今結構重たい重量級、軽量級のネタのはずなのに決まってるんですよ。はい重量級パワーがすごい美味しいです。昔はほら冷蔵庫がなかったから多分もっと塩もがっつりとかだったんですけど、今冷蔵庫があるからこのねいわゆる熟成寝かせられるカツゴは俺はもう毎日確認してましたからこの日のためにありがとうございます。3週間も切って食べててでもう分かるんですよ。来週だね。でもやっぱどっちもその慣れ寿司感も愛はあったんですけど、やっぱ酢のフレッシュ感みずみずしさがちょっとこうなんていうんですか、まだみずみずしい感じと、カスゴの方はやっぱりザ熟成の香りっていうおからと黄身そぼろで、まあ、締めてるものもちょっと違うんですけど、なんかフレッシュとすごい熟成っていう感覚があって面白いな。でもなめこ寿司の可能性は感じましたあれはでもあれはあれで僕もすごい面白かったんで、やっぱ今日の前半パートで言うと最後の僕は涙巻き
あ、涙きやウィズわさびの葉っぱ。あー嬉しいです。あれもまたあれ良かったですね。あれはおしゃれでしたよ。葉っぱが入ることによって香りがかなり。いやそれ嬉しいですね。やっぱ海苔とシャリと合うとまたそうですね。なんか相乗効果で香りがいい香りがシャリと海苔と。いやもちろんですか。今日はありがとうございました。お忙しい中ありがとうございお昼からずっとました。一緒に。寿司高さんのお寿司どうでしたか。長野を代表するお寿司屋さんなんで、はい。そこで僕わさびを使ってもらえる嬉しさ、まあ、これやっぱ地元の人に使ってもらえると一番嬉しくて、でやっぱこう毎回毎回アップデートしてくれてるので、今回涙巻きとかはい。ちょっと自分の中でかなり嬉しくて、葉っぱのやつは今日初めて食べました。またアップデートされた。アップデートしました。でわさびはまだまだ可能性とかいろいろこれ海外含めて可能性があるんで。まあ、それをこう地元でブラッシュアップしていきたいっていうか、手段も本当にしてくれてるんで、それがすごい嬉しいね。そうですね。やっぱこういう茎とか葉っぱとかっていうのはやっぱこう地元で消費してもらうのが一番新鮮で美味しいと思うんで、はい。信州ならではのお寿司になればいいかな。改めて寿司高さんが大切にされていることって何かありますか。大将。僕が大切にしてることっていうのは、要は今後につながることですね。お寿司ってやっぱ200年、はい、まだまだ歴史的にはそんなにですけど、これから2050年にはね食べれなくなる食べ物の中にお寿司って入ってるんで、じゃなくて後継者の人たちがやっぱりこう魚を取るとか、それこそわさびとか、はい、やっぱちゃんと稼げないと、高級店多いんですけども、なんでも高級かっていうと、そういう人たちから搾取じゃなくてちゃんとウィンウィン、お互い儲かる商売をすることがやっぱ今後伸びるというか、まあ、継続していくことだと思うんで、そこをすごい大事にしてますね。だから生産者とかの人たちとはつながりをかなり大事にはしてます。長野にもいろんな方いらっしゃると思うんですけど、わさびというも寿司には切っては切り離せない。そうですね。かつ若手で今後も、はい、これキングです。わさびキング安住屋のお願いします。いやいや本当に。望月さんもありがとうございました。伊手のわさび屋なんで、ぜひ皆さん使ってください。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。甘みと粘りがあると、その食べた時にツッてすぐ抜けて、さらにこう甘さが多分そのシャリとうまく融合して美味しいお寿司になると自分は思ってます。昔はほら冷蔵庫がなかったから、多分もっと塩もがっつりとかだったんですけど、今冷蔵庫があるから、このね、いわゆる熟成寝かせられるあそこは俺はもう毎日確認してましたからこの日のためにありがとうございます。3週間も。
煮切り2回つけてなかったですか、別々に。よくわかりました。あれ何ですか？ジョナさんにここで教えてもらいながら、はい、ちょっとタイミングを教えてもらって、うまっ。マグロいいっすね、やっぱ。美しすぎる。やばい。